は前屈立ちの説明をしていきます。まず前屈立ちは最初の立ち方が大事です。平行立ちになります。肩幅と同じ距離ですね。で、この距離がまずベースになりますね。そして前屈下段払い用意構えてと言われたら左足を前に出します。この時に大事なことが平行立ちのままそのまま足をまっすぐ出しますね。これ結構ですねこっちの足をこっちにやったりあとちょっと開いてしまったり、ね、こういう人が多いです。なので、前屈立ちはこの線のまままっすぐ左足を前に出します。で、幅は、今言った横幅は肩幅。そして縦の幅は、縦の幅ですね。ここの縦の幅。横から見るとこういうことですね。縦の幅は、だいたい肩幅の2倍になってます。で、腰はですね、必ず低くするようにしましょう。足腰の鍛錬の意味もありますので、こうやって、腰を高くするのはダメ。ね。ちゃんと前足、前屈の意味は、ちゃんと前の足を曲げる。ね。前の足を曲げるという意味がありますので、必ず曲げて腰を低くするようにしてください。右足なんですけど、45度に向けます。足をですね。足を45度。これかなり重要です。ね。この時に、足がまっすぐだったり、あとこう、真横に向かないようにしてください。これ真横になると、筋的がガラ空きになりまして、こうなりますね。で、見た目ちょっと同じに見えますけど、ここをですね、キュッて締めて、この足をですね、斜め45度にするのと、こうするのだと全然違います。ね、必ずこうやって、ここをですね、締めるんですよ。ぐっつり。こうするとお尻締まりますから。動くときにですね、ここは張ります。ね、例えば、前に出るときに、こうやって、こう内股にならないんですね。常に足のここ、ももの内側を張るようにしましょう。ね、特にきついのが、やっぱりね、この、ちょうどこう交差するところですね。ここでこの体勢を耐えれるかどうか。腰の高さは常に一定です。なので、こうやって移動するときに、こう上からね、こう、上の軌道、ね。例えばこういう状態ですね。上からこうやっていかないように。私が習った時は先生がこう帯を引っ張るような感じで、帯引っ張られるようなイメージで前に出てくださいって言われます。だから常に必ず腰はまっすぐ。で、これやってみると分かりますけど、やっぱり辛いですよ、足腰が。特にやっぱりこの太もものとか辛いので、これを耐えれる筋肉をつけてほしい。で、特にやっぱこの交差するところについてる。このね、前屈の時。で、この時に、あとまた片足の方に体重がこういかないように。ね、こうやっていった時に、ね、いかないように必ず体まっすぐ、ここにいつも言ってますけど、棒をザクッて刺して、刺さったまま前に出る。あともう一つポイント。これはですね、どこでも言われてることだと思いますが、二度踏み。二度踏み。ダメ。ね。二度踏みは何かというと、足が交差した時に、交差っていうのはね、ここで平行になった時に辛くて、足をこうやってキュッ、外側に出すんですよ。そして、前にね。これはダメ。どこの道場に行っても多分ダメだって言われる。前足をこうやって横にするのがダメです。ね、必ず前足まっすぐのキープしたまま、で、最後ではね、足ついた瞬間にキュッて締めて45度にします。ここを耐えれるような足腰を移動稽古で作りましょう。ね。やっぱり組手、実際の試合の組手になっても、結局蹴りを打つときに大事なのはこっちの軸足になってきますから、その軸足の鍛錬にもすごくいいです。太ももがなんか細い空手家はいないと思います。
ね。皆さんね、太ももしっかりね、がっしりしてますよ。皆さん。ね。私も、上半身は割と細いんですけど、下半身がね、結構ドンってなっていて、昔は結構若い頃はですね、割とコンプレックスです。ね。お尻と腰、お尻、腰、太ももが割とがっしりしてます。ミカ先生細いですねって言われるんですけど、細いのはこの辺だけで結構割と肩幅ありますし、割とこうやっぱり足もね、がっしりしてます。足腰はやっぱり昔からすごく、なんですかね、鍛えさせられました。ね。会長もやっぱり、ジャンピングスクワット、本当に何百回何千回、毎回の稽古でやってましたし、やっぱり会長のトレーニングは本当になんていうかな、最短で、全日本選手を育てるっていう、ノウハウで、私が見てるとそういうふうに見えました、やっぱり。特にやっぱり足腰の鍛錬に重点を置いてたと思います。そういう意味でも、やっぱ前屈立ちの腰の低さは大事にしてください。ね。割とね、移動稽古かなり辛いんで、もうやめてくれー、もうやめてくれーって思いながらいつも稽古してました。ね。辛い稽古ですけど、これを耐えれると、どんな、ね、型をやるときもね、どんな形になっても、ぶれないような足腰ができますので、頑張ってみましょう。前屈立ちの回り方の説明をします。前屈立ち、回ってと言われたときに、まず前の手は金的、引き手は耳に行きます。そして、後ろの足を2歩、トン、トンと移動します。なぜ2歩かというと、肩幅にするためです。ね。これ、1歩だと、これ一直線になりますよね。で、そして回った時に、バランスが悪い。ね。バランスが悪い状態になります。自分が思っているより、ちょっと広めがいいですよ。皆さんやっぱどうしても狭くなりがちなので、ここで肩幅をキープしてくるって回ります。でもちろん当たり前ですけど、この時はつま先を中心に回ります。ギュッ、こういうふうに回ります。で、後ろの足は必ず真横に移動してください。時々ですね、足をこうやってまっすぐだと思いながらこっちに移動してる人多いんですよ、結構。前の足に近づけてこうやって回ってる人です。そうすると何が起こるかっていうと、回った時にあれ幅が足りないなと思ってで後ろ足下げるんですよ。こういう動きをしている人時々いますが、これはやめましょう。このまま平行に移動して回ります。先生たちも教える時にこの前足よりですね、前にやる人もいます。10% から 20% の人は、初めての人はこうなって、そうすると足入れ替わっちゃってるんですよ。腰をこうひねったここまでの動きって、日常生活にないので、皆さんどこが後ろか分かんなくなって、あれ、ここだったかなって言って、ここまで来る人が結構いますので、これ必ず、ね、ここ平行に移動して回るようにしてみてください。次は前屈立ちのまず一番最初にやる中段突きの説明をしていきます。中段突きは基本でもやってますけれども、これを移動稽古でやりますね。で、この時注意したいのが、前についた時に肩がこう斜めにならないようにしましょう。こう勢いつきすぎてせい！こう斜めはダメです。半身ではなくて、攻撃の時は基本的に前身ですので、前身っていうのはね、まっすぐ、ね、肩はまっすぐで、攻撃する時もまっすぐ打ちます。まっすぐ打ちます。前屈頑張れ、用意。ここまで。ステップ。ステップ。
本当に何千人も教えてると、大体何%の人がこういう間違いをするかなっていうのが結構見えてきます。もう私も長く教えてますんで、大体こういう間違いをするな、大体こういうふうに間違って覚えるなっていうのが分かってきますので、それに沿った分かりやすい説明の仕方っていうのも自分なりに作っていきましょう。移動稽古の受けは4つあります。4つは上段上げ受け、中段外受け、中段内受けで下段払い。難易度で言うと、上段上げ受けと中段外受けは、そこまで難しくないんですけど、内受けと下段払いは結構間違える人が多いです。受けの時は基本的にどの技も半身です。ね、こうやって受ける時にこうやって受けないようにしましょう。ね、こう半身を意識してください。で、もう一つは引き手です。ね、皆さんやっぱり受ける手に集中してしまって、こっちの手が下になってしまう人が多いです。伝統派とかは多分結構下に手があると思いますけど、極真は結構胸の横、ね、かなり高いです、引き手が。ね、だから必ず引き手はこの位置、ね、キュッとちゃんと締めるように。正面から見て肘が見えないようにしましょう。これ結構ね、こうなってたりする人も多いですね。あとこうやってなんか胸のとここまで正面まで来る人、そういう人もいます。必ずまっすぐね、ここから見てもまっすぐね、肘が正面から見て見えないように隠してください、ね、こういう状態にします。はい、次は上段上げ受けの説明をしていきます、ね、こうですね。この時に注意したいのは、基本の時もそうなんですけど、この肘が割と上がる人が多いです、ね、こうやってせい、ここがガラ空きになります。いつでも攻撃されても肘で落とせるようにここは斜めにしています、ね、だからここが上がらないように注意します。これは基本の時も同じで、もう一つ注意してほしいことが、手を必ず交差させることですね。一歩前出たら次はこっちの手が、今だと左手ですね、左手を前にして受けます。次は右手を前にして受けます。これだいたい 40% ぐらいの人が同じ手を前に出して受けてる人が多いので、ね、必ず交差させながら受けるようにしましょう。次は、中段外受けの解説をします。引き手を頭の後ろに持ってきてから受ける、ね、頭の後ろに持ってきてから受ける。で、注意したいことは、受ける場所っていうのは手じゃありません。ここです。ここに来た時に、月が来た時にここで受けますから、ここがちょっと内側に入ります、ね、決してこうやって打たないように、ね、どっちかというとこうですからね、こうやって手でこうやってバンと落とすんじゃなくて、ね、腕の方でこう、そう、腕の方で受けましょう。もう一つは、この脇の下の手をおろそかにする人が多いです、ね、こうやってね、やっぱりこっちに集中してしまって引き手の手がおろそかになりますね。必ず脇の下からグッと、脇の下からグッて、こっちの手でグッて体をこうグッて引っ張って止めます、ね、だから引き手かなり大事ですよ、ね、ここでピッて止めてますからね、体の動きを、ね、これを意識してやってみてください。中段内受け、ね、これかなり難易度高いです。4つの中で一番難しい技だと思いますね。引き手を反対の脇の下に持ってきて、で外からこれ出します。必ず外から。
極真のこの内受けは直線のこの動きじゃなくて円の動きを使ってるんですね。体の腰の円の動きを中心に使ってますので、ここから体持ってきていけます。で、この時大事なこと、この円の動きやりますね。そうすると、こっち前に出した足のこの膝見てください。ここ今円の動きこっち持ってきました。足もこうやって内側に入る人が多いです。そんで受けるときにピッ、こうやってやる人が多いんですけど、足は上半身に影響されないようにしてください。足は必ずもここ張ったまま手だけ円の動き壊れました壊れましたよ。どこ行った？前に出て張ったままこっちは動かさない、ね、上半身の動きに下半身が影響されないように気をつけてください。下段払いです、ね、下段払いも、難しい技の一つですね。前に出ながら利き手を耳に持ってきていけます。で、この時は必ず半身をちょっと切ります。で、正面にならないようにね、こうやってピッピッロボットみたいにならないように、ね、半身を切る、ね。この時もここがあんまりぶれないようにピッ、ね、耐えましょう。下半身を耐える。で、よくあるのが、筋的のガードをおろそかにする人が多いです。ね、こうやって筋的ガードがない状態で、こうやってやる人が多いので、そうではなくてきちんと筋的のガードをして受ける。筋的のガードをして受ける。これは移動稽古で回るとき、その移動稽古でこう回るときも、筋的のガードない人いますね。こっちなんかこの手だけ、こっちがなんかこうあんまり意識しないでこうやってやってる人いますので、これはですね、急所をきちんと守ってるという意味がありますので、必ず、ね、受ける。右手と左手って連動してますから、こっちで受けた時にキュッて同じ力でグッて引っ張ってます、ね、だから引き手をおろそかにしないように、ね、注意してください。